こんにちは。美味しい引き出しの英子です。今日はミルクフランス22を作ります。2年ほど前に京都で食べたくるみ入りのミルクフランスがあまりにも美味しくて再現しましたが、今回は最新バージョンでより簡単で美味しい作り方をシェアしたいと思います。くるみの下処理や絶品ミルククリームなどいくつかポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。では、くるみの下処理から始めましょう。では、くるみの下処理から始めます。今日は生のくるみを 50g 使います。クッキングシートの上にくるみを並べて150度に予熱をしたオーブンでだいたい15分ぐらい焼いていきます。はい、くるみを15分焼きました。ではこれをカットしていきます。ザクザクと切っていきます。ここでね、こんな感じでスリスリすると薄皮が取れるので、ざっくりと薄皮を取ります。そしたらボウルに移して、このくらい薄皮が取れました。牛乳をひたひたになるくらい入れます。くるみがまだほんのり温かいので、冷蔵庫から出したての冷たい牛乳でも大丈夫です。で、このまま15分ほど浸しておきます。はい、15分経ちました。水気を拭き取ります。キッチンペーパーを敷いたボウルに移して、このつけてた牛乳の中にもすごい薄皮もいっぱい入っているし、この渋みも結構取れていますね。色が茶色くなっています。で、くるみの水分をよく拭き取って、これで準備 OK です。はい、では生地を作ります。材料はこちらです。純強力粉、モルトパウダー、きび砂糖、塩、イースト、ぬるま湯、マヨネーズ、下処理をしたくるみです。材料や分量などの詳細は概要欄をご参照ください。まず粉類を合わせます。純強力粉、きび砂糖、塩、モルトパウダー。色づきを良くするためにモルトパウダーを入れましたが、ない場合は省略しても大丈夫です。空気を含ませるように軽く混ぜ合わせておきます。次にイースト水を作ります。30度くらいのぬるま湯、そこにイーストを振り入れます。イーストはぬるま湯にはよく溶けるので、このようにくるくると回転するだけで簡単に溶けます。ここに先ほど合わせた粉類を半分くらい入れます。だいたいの量で大丈夫です。混ぜます。よーく混ぜて、このように滑らかになったらこれで OK です。蓋をして10分置いておきます。ただいまの室温は23度です。室温が24度以下になったら30度から35度ぐらいの暖かいところに置いておくようにします。はい、10分経ちました。ではこの中にマヨネーズを加えます。軽く混ぜます。残りの粉を全部入れます。最初はぐるぐる、その後切るように混ぜます。全体に水分が回ったらハムスター混ぜいきます。容器を立てて上から手で押さえて、ヘラの根元を持って向こう側から手前へ、向こう側から手前へ、ハムスターのおもちゃのように回転させながら混ぜます。この辺にこすりつけるようにするとあっという間に混ざります。はい、だいたい1分ぐらい混ぜるとこんな感じです。今日はここでくるみを入れていきます。ちょっと生地を広げてくるみをね、いっぺんに入れちゃいます。このように混ぜていきます。ヘラに絡めてちょっと生地を伸ばして、こうすると簡単にね、全体にくるみが混ざると思います。もうこのくらいで OK。 ボウルの周りをきれいにします。生地を下から上へ返すようにして表面を整えます。はい、こんな感じで OK です。蓋をして
今度は20分温かいところに置いておきます。熱いお湯の入ったカップと一緒にオーブンの庫内に入れておくと30度から35度ぐらいになるのでおすすめです。はい、20分経ちました。では1回目のパンチを行います。オイルをちょろっと垂らして生地の表面と容器になじませます。ひっくり返してポンポンして10回ほど折りたたみます。伸ばして折りたたむ、伸ばして折りたたむ、これを10回ぐらい。生地の表面を整えます。なるべくくるみが生地の内側に入るようにこんな感じで整えます。蓋をしてまた20分30度から35度くらいの暖かいところに置いておきます。20分経ちました。では2回目のパンチを行います。先ほどと全く同じです。ひっくり返してポンポンして何回か折りたたみます。伸びなくなったのでこのくらいで OK です。生地の表面を整えたら軽く慣らします。蓋をして一次発酵は冷蔵庫の野菜室でオーバーナイトさせます。乾燥しないようにビニール袋に入れてパッチンします。オーバーナイトの目安は10時間から18時間くらいにしています。ではおやすみなさい。おはようございます。冷蔵庫に入れてから14時間くらい経ちました。生地の状態はこんな感じです。では台の上に移しますと、その前に視聴者さんにいい方法を教えていただきましたので早速試してみたいと思います。ボウルごと重さを測ります。今 424g ね。これまではこの 424g からこのボウルの重さ 70g を引いて、生地の量を出してたんですけど、今回はねまずこれを0にしますよ。それで空のボウルをはかりの上に乗せると生地の量は 354g ということになります。この方法だと引き算しなくてもいいっていうね、これすごくいいアイデアだと思いませんか？教えてくださった視聴者様ありがとうございます。皆さんにシェアすることができました。この他にもこんな裏技が便利だよとかいうのがありましたらコメント欄で教えてください。よろしくお願いします。表面にも薄く粉をまぶして軽くガスを抜きます。4分割にします。重さを揃えます。はい、88.5g に重さが揃いました。では丸めます。きれいな面を下にしてちょっと引っ張りながら中央に集めます。そうするとこの表面が張りますね。あとはくる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 とこんな感じでくるくると丸めていきます。この時底はしっかり閉じなくても大丈夫。乾燥しないようにタッパーをかぶせます。ベンチタイムを20分ほど取ります。ベンチタイムが終了しました。では成形します。両面に薄く粉をまぶして指先でツンツンしながらガスを抜きます。きれいな面を下にしてまず3分の1ほど折って反対側も折りたたみます。ここを張らせるような感じでクッとこのようにつまんで閉じます。中心から外側に少しずつ伸ばします。もう一度このように表面を張らせながら閉じます。張らせることで横に広がらずクープも開きやすくなると思います。
中心から外側に向かって少しずつ伸ばして20センチぐらいになったらこれで OK です。最終発酵はオーブンの発酵機能を使います。35度で25分くらいから様子を見たいと思います。固く絞った濡れ布巾をかぶせて行ってきます。25分で出してきました。オーブンは加熱水蒸気の機能を使って240度に予熱をスタートさせています。で、クープを入れるときに表面が乾いていた方が入れやすいので、何もかけないで予熱が完了するまでこのまま待ちます。はい、約10分で予熱が完了しました。で、表面も乾いて 1.5 倍から 1.8 倍くらいになったかな。ここでクープを入れていきます。粉を振った方が私はクープを入れやすいので強力粉を振ります。ライ麦粉とかでもいいと思います。刃をこう45度ぐらい寝かせて、でこう削ぐような感じ、一気に1本入れます。この最初と最後はクープが浅くなりがちなので、ちょっと 2,3 回ぐらい入れちゃってもいいみたいです。でこれはね、3本くらい入れてみようかな。では230度で15分から16分くらいを目安に焼いていきます。はい、焼き上がりました。230度で15分焼きました。ではミルククリームを作ります。材料はこの4つ。無塩バター、グラニュー糖、ホワイトチョコ、練乳です。無塩バターが 50g で、その他はすべて 15g です。今日私はダースチョコを使いましたが、このダースチョコだとちょうど4粒ぐらいです。これを細かく切ります。切り方は適当です。ちょっと大きめのボウルを使います。室温で柔らかくしたバターを入れて、もうこのくらい柔らかくなってます。で、ここにグラニュー糖。今日はグラニュー糖を使いましたけど、粉糖や上白糖などでもいいと思います。お好きなお砂糖を使ってください。よーく混ぜて、ホイップバターみたいになるまで泡立て器でガーッと混ぜます。この時小さいボウルよりも大きいボウルの方が作りやすいので、今日はちょっとね、分量に対してかなり大きめのボウルを使っています。以前のミルクフランスの時はこの倍量のミルククリーム作ったんですね。その時はハンドミキサーでガッとやりました。 2,3 分混ぜてこんな感じ。ほら、ホイップしたみたいになってるでしょ。このくらいまで混ぜます。では練乳を 15g、 そしてまた混ぜます。ホイップするとなんかバターが増えたような感じになりますよね。はい、いい感じ。そしたら最後にホワイトチョコを入れます。で、混ぜるだけ。絶品ミルククリームの完成です。ではこれを絞り袋に入れていきます。この絞り袋はおなじみダイソーさんで購入しました。16枚入ってね、100円。これを使っています。冷蔵庫で冷やしておきます。はい、では完全に冷めましたので切っていきます。縦にクープを入れたやつは真ん中で切ります。3本クープを入れたやつは横に切ります。チョコレートの塊があると詰まってこんなことになってしまいます。
ボタッとかいっちゃっても閉じちゃえば OK。 すっごいかわいい、美味しそう。はい、完成です。今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。楽しんでいただけましたらチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。